んにちは、ミルです。今日は中級以上の人こそ基本に戻ってみよう、ゆっくり話そうというテーマでお話をします。その前に今日から動画をちょっと変えます。以前このようなコメントをいただきました。自分で漢字が読めるかどうか知りたいから振り仮名なしの動画も作ってほしいというコメントです。で、ちょっと考えて、今日からは全く同じ音声を2回使って、最初は振り仮名なしで、そして次は振り仮名ありで編集しようと思います。そうすれば一つの動画で漢字の復習もできるなーって思ったので、ぜひぜひどちらも合わせて見てみてください。あと、すぐできるかどうかわかんないですが、自動翻訳のね、字幕も今少しずつ作っているんですけど、今日からの動画では最初の音声の方につけようと思います。概要欄に目次を作っておくので、振り仮名あり、振り仮名なしを自由に選んで聞いてみてください。ではでは、行きましょう。はい。中級以上の人こそ、ゆっくり話してみようっていうことなんですが、これもね、前に質問いただきました。結構会話ができるようになってきた。相手が言っていることも大体わかる。でも、もっと流暢に、もっと自然に、もっといろんな表現を使って話せるようになるにはどうしたらいいですかという質問です。そうですよね。こういうふうに感じている人は少なくないと思います。それで、今までやったことないような新しい勉強方法を探してみたり、違うことをした方がいいのかなって思ったり、もっと難しい本をやってみようとかね、もっといろいろ新しいことがしたいって思いますよね。でもね、私はまず、今現在、ちょっと苦手なところとか、ちょっとここ弱いなーって思っているところ、それから、なんとなく使ってるけど、これ正しいのかなっていうところとかね。あとは、こういう癖があるんだよなとかね。そういうところをまず先に明確にして、それをちゃんと直しておいた方がいいと思います。新しいことをやるよりも、まず今ね、疑問があるところをちゃんと直しておく。これがもっとね、自然に、もっと流暢に話せるようになるための近道なんじゃないかなと思っています。例えば、助詞の使い方とかね、これ結構、会話だと、まあ助詞が間違ってても伝わるんですよね。まあ言いたいことはわかります。会話というのはお互いにね、相手がね、言いたいことこう思ってるのかな、もし分かんなかったらね、相手にこういうことが言いたいのって確認しながら進められるので、助詞の使い方とかね、まあ間違ってても会話は成立するんですが、こういうね、助詞の使い方とか、あとは、例えば、たら、なら、ばとかね、この区別があまり分かっていないんだけど、なんとなく使ってるとか、あとはね、多いのが、いい形容詞の変化ですね。はい。こういう小さい疑問とか間違いをそのままにしないで、ちゃんとやり直した方がいいということです。で、これがまた結構難しくて、自分の癖というのは自分ではあまり気づかないんですよね。なので、先生がいる場合はいつも自分がどこで間違っているのかというのを明確にしてもらって、そこを重点的に練習していくといいんじゃないかなと思います。まあ先生がいなくても自分で分かっている場合は、そこをね、見直してみる。で、自分では分からない。けどなんとなく喋ってる。でもなんか、もうちょっとなって思っている場合は、まずね、今回は話すということを目的としているので、例えば、今週1週間の出来事を録音しながらね、人に話すように話してみるんです。例えば、月曜日はすごく仕事が忙しかったな。月曜から残業で、本当に今週1週間は大変だったとかね。まあ何でもいいんですけど。週末はゆっくり読書できて嬉しかったなとかね。
何でもいいんですけど、なんかこう人に話す感じで話してみるんです。録音しながら。で、あと、まあ何でもいいですよ。話したいことをね、話してみる。で、録音したものを文字にするんですよ。自分でね。そうすると、全然文法がなってないとか、助詞間違ってるとか、なんか最後にごちゃごちゃごちゃって言ってて何言ってるかわからないとか、そういうことが結構見つかるんですね。書くときはゆっくり考えながら書けますし、見直しができるんでね、書く方が得意だっていう人は結構多いんですけど、話すときは、ゆっくりね、考えたり、こう話したことをもう一回ね、思い出してこう、ってこうやってる時間がなかなかないので、一度録音してみて、自分がどこで間違っているのか、なんかどんな癖があるのかっていうのを知るのは、とても効果的な方法だと思います。もうね、それだけでぐっと自然な日本語になっていくと思います。だってもう実際、相手の言っていることは、大体わかる。自分も言いたいことを結構話せるようになってきた。ということはもうそれぐらいのレベルなので、そこでさらにね、その今のところをちゃんとこう直していくと、もうそれだけで自然になっていきますよね。で、発音もそうなんですが、その今持っている癖というのをそのままにしてしまうと、そのままにしたまま、こう、新しいものをもっといろんなことやりたいってこう広げていってしまうと、どんどんその癖がそのまんまで進んじゃうんですよね。ということはもう定着しちゃうんですよね。で、そうすると今度矯正が本当にどんどん難しくなっていきます。結構時間がかかるんですよね。なので、なるべく早いうちにこう自分の癖をね、直していくっていうのをやっておくといいと思います。で、基礎を見直すというのはとても大切だと思っていて、根っこがしっかりしていない木は幹も十分に育たないですし、で、幹が育たないっていうことになれば、多くのね、枝も広がっていかないでしょうし、花をね、咲かせることもなかなか難しいですよね。例えば家も同じですよね。適当な基礎工事して、基礎がね、ぐらぐら不安定だったら、家をね、建てている途中でこう、倒壊する可能性もありますし、やっぱりね、基礎は大事だと思います。なので、新しいことをなんかないかなと探す前に、今、今ね、現状、自分がよく間違えるところとか、なんとなく使ってるけどいいのかなって思っているところとかね、そういうところを見直して、重点的に練習した方がいいんじゃないかなと思います。で、特に話すスピードが速い人はちょっと要注意だと私は思っています。その要注意というのは、もっと上手くなりたいとか、もっと自然に話したいと思っている人ですね。どんどんこう言葉が出てきて、たくさん話せるよっていう人ね、すごく多いんですけど、その場合、こう会話がどんどん進んでしまうので、間違いを指摘してもらえなくなりやすいんですね。まあもちろんね、間違ってても言いたいことが伝わればいいっていうことであれば、全然それでも構わないんですが、もっと自然に、もっと流暢に日本語で話したいっていうのが目標であれば、今持っている癖というのをまず直していった方がいいんじゃないかなと思います。なので、中級の人こそ、ちょっとゆっくり話すことを意識して、間違っているところとか、癖をちゃんと正してもらうっていうことを続けると、今よりもっともっと自然な話し方ができるようになると思います。はい。ということで、今日は中級こそ基本を見直そう。ゆっくりを話してみようっていうお話をしました。じゃあ、バイバイ。こんにちは。ミルです。今日は中級以上の人こそ基本に戻ってみよう。ゆっくり話そうというテーマでお話をします。その前に今日から動画をちょっと変えます。
以前このようなコメントをいただきました。自分で漢字が読めるかどうか知りたいから、振り仮名なしの動画も作ってほしいというコメントです。で、ちょっと考えて今日からは全く同じ音声を2回使って、最初は振り仮名なしで、そして次は振り仮名ありで編集しようと思います。そうすれば一つの動画で漢字の復習もできるなーって思ったので、ぜひぜひどちらも合わせて見てみてください。あと、すぐできるかどうかわかんないですが、自動翻訳のね、字幕も今少しずつ作っているんですけど、今日からの動画では最初の音声の方につけようと思います。概要欄に目次を作っておくので、振り仮名あり、振り仮名なしを自由に選んで聞いてみてください。ではでは、行きましょう。はい。中級以上の人こそ、ゆっくり話してみようっていうことなんですが、これもね、前に質問いただきました。結構会話ができるようになってきた。相手が言っていることも大体わかる。でも、もっと流暢に、もっと自然に、もっといろんな表現を使って話せるようになるにはどうしたらいいですかという質問です。そうですよね。こういうふうに感じている人は少なくないと思います。それで、今までやったことないような新しい勉強方法を探してみたり、違うことをした方がいいのかなって思ったり、もっと難しい本をやってみようとかね、もっといろいろ新しいことがしたいって思いますよね。でもね、私はまず、今現在、ちょっと苦手なところとか、ちょっとここ弱いなーって思っているところ、それから、なんとなく使ってるけど、これ正しいのかなっていうところとかね。あとは、こういう癖があるんだよなとかね。そういうところをまず先に明確にして、それをちゃんと直しておいた方がいいと思います。新しいことをやるよりも、まず今ね、疑問があるところをちゃんと直しておく。これがもっとね、自然に、もっと流暢に話せるようになるための近道なんじゃないかなと思っています。例えば、助詞の使い方とかね、これ結構、会話だと、まあ助詞が間違ってても伝わるんですよね。まあ言いたいことはわかります。会話というのはお互いにね、相手がね、言いたいことこう思ってるのかな、もし分かんなかったらね、相手にこういうことが言いたいのって確認しながら進められるので、助詞の使い方とかね、まあ間違ってても会話は成立するんですが、こういうね、助詞の使い方とか、あとは、例えば、たら、なら、ばとかね、この区別があまり分かっていないんだけど、なんとなく使ってるとか、あとはね、多いのが、いい形容詞の変化ですね。はい。こういう小さい疑問とか間違いをそのままにしないで、ちゃんとやり直した方がいいということです。で、これがまた結構難しくて、自分の癖というのは自分ではあまり気づかないんですよね。なので、先生がいる場合はいつも自分がどこで間違っているのかというのを明確にしてもらって、そこを重点的に練習していくといいんじゃないかなと思います。まあ先生がいなくても自分で分かっている場合は、そこをね、見直してみる。で、自分では分からない。けどなんとなく喋ってる。でもなんか、もうちょっとなって思っている場合は、まずね、今回は話すということを目的としているので、例えば、今週1週間の出来事を録音しながらね、人に話すように話してみるんです。例えば、月曜日はすごく仕事が忙しかったな。月曜から残業で、本当に今週1週間は大変だったとかね。まあ何でもいいんですけど。週末はゆっくり読書できて嬉しかったなとかね。何でもいいんですけど、なんか人に話す感じで話してみるんです。録音しながら。で、あと、まあ何でもいいですよ。話したいことをね、話してみる。で、録音したものを文字にするんですよ。自分でね。そうすると、全然文法がなってないとか、
助詞間違ってるとか、なんか最後にごちゃごちゃごちゃって言ってて何言ってるかわからないとか、そういうことが結構見つかるんですね。書くときはゆっくり考えながら書けますし、見直しができるんでね、書く方が得意だっていう人は結構多いんですけど、話すときは、ゆっくりね、考えたり、こう話したことをもう一回ね、思い出してってこうやってる時間がなかなかないので、一度録音してみて、自分がどこで間違っているのか、なんかどんな癖があるのかっていうのを知るのは、とても効果的な方法だと思います。もうね、それだけでぐっと自然な日本語になっていくと思います。だってもう実際、相手の言っていることは、大体わかる。自分も言いたいことを結構話せるようになってきた。ということはもうそれぐらいのレベルなので、そこでさらにね、その今のところをちゃんとこう直していくと、もうそれだけで自然になっていきますよね。で、発音もそうなんですが、その今持っている癖というのをそのままにしてしまうと、そのままにしたまま、こう、新しいものをもっといろんなことやりたいってこう広げていってしまうと、どんどんその癖がそのまんまで進んじゃうんですよね。ということはもう定着しちゃうんですよね。で、そうすると今度矯正が本当にどんどん難しくなっていきます。結構時間がかかるんですよね。なので、なるべく早いうちにこう自分の癖をね、直していくっていうのをやっておくといいと思います。で、基礎を見直すというのはとても大切だと思っていて、根っこがしっかりしていない木は幹も十分に育たないですし、で、幹が育たないっていうことになれば、多くのね、枝も広がっていかないでしょうし、花をね、咲かせることもなかなか難しいですよね。例えば家も同じですよね。適当な基礎工事して、基礎がね、ぐらぐら不安定だったら、家をね、建てている途中でこう、倒壊する可能性もありますし、やっぱりね、基礎は大事だと思います。なので、新しいことをなんかないかなと探す前に、今、今ね、現状、自分がよく間違えるところとか、なんとなく使ってるけどいいのかなって思っているところとかね、そういうところを見直して、重点的に練習した方がいいんじゃないかなと思います。で、特に話すスピードが速い人はちょっと要注意だと私は思っています。その要注意というのは、もっと上手くなりたいとか、もっと自然に話したいと思っている人ですね。どんどんこう言葉が出てきて、たくさん話せるよっていう人ね、すごく多いんですけど、その場合、こう会話がどんどん進んでしまうので、間違いを指摘してもらえなくなりやすいんですね。もちろんね、間違ってても言いたいことが伝わればいいっていうことであれば、全然それでも構わないんですが、もっと自然に、もっと流暢に日本語で話したいっていうのが目標であれば、今持っている癖というのをまず直していった方がいいんじゃないかなと思います。なので、中級の人こそ、ちょっとゆっくり話すことを意識して、間違っているところとか、癖をちゃんと正してもらうっていうことを続けると、今よりもっともっと自然な話し方ができるようになると思います。はい。ということで、今日は中級こそ基本を見直そう。ゆっくりを話してみようっていうお話をしました。じゃあ、バイバイ。